簡単なのに美味しいお弁当4日間。ナスのピリ辛ひき肉炒め弁当を作るよ。ブロッコリーを洗ってはんぺんは食べやすい大きさに切ります。スライスチーズとお花の型で抜いたハムと枝豆を乗せてトースターで5分焼きます。ベーコンを細かく刻んでオリーブオイル小さじ2、粒マスタード小さじ1、塩少々を混ぜ、ブロッコリーにかけたらベーコンも散らしてトースターで焼きます。小さなさつまいもがたくさん入って198円。きれいに洗い、キッチンペーパーを水で濡らして包み、ラップをして小さいので様子を見ながらレンジで温めます。ナスは縦半分に切り、格子状に切り込みを入れてごま油で焼いていきます。切ってすぐに油を使って焼く場合はえぐみや変色が気にならず、アク抜きをしなくても大丈夫。もし気になる場合は水にさらしたり塩を振って水気を拭いたりしてアク抜きしてね。生姜をおろし器で10オリャー、長ネギもスライサーで10オリャー。早く火が通るようにオイルで蒸し焼きにしとこ。はんぺんを先に取り出します。ひき肉 50g を加えて炒め、ナスは料理酒を入れて蒸し焼き、さつまいもが柔らかくできました。ひき肉に調味料を加えます。水を 50ml、ナスを炒め合わせます。片栗粉小さじ1を水小さじ2で溶いてナスにとろみをつけようと思いますが、水 50ml を追加してからにしました。ブロッコリーのマスタードベーコン焼きが焼けたよ。よし、いい感じになった。ナスがとろっと最高です。調理時間は17分8秒でした。おかずが冷めたらお弁当箱に詰めます。まだこちらの地域では卵が買えなくて、午前中ならあるみたいなので、次の休みの朝に探しに行ってみます。さつまいもが小さな焼き芋風でかわいい。ひき肉をたっぷりかけて完成。21分10秒でした。簡単でかわいいこのはんぺんは別の動画でも作り方を説明してるよ。長芋のチーズ肉巻き弁当を作るよ。
長芋は皮を剥いて1センチくらいの輪切りにします。薄力粉をまぶしておくと剥がれにくくなりますが、今日はそのまま巻きます。豚バラスライスを半分の長さに切り、味噌を薄く塗って真ん中にチーズをのせて長芋を巻いて焼きます。味噌とチーズの組み合わせが長芋に合うんです。細い長芋だったのでコロンと小さい肉巻きになりました。ブロッコリーは洗って洗ったキャベツは葉先を小さく切ってそのままベーコンで巻いて焼きます。ブロッコリーとエリンギも一緒に焼きます。お弁当にとても便利な切り干し大根様。お湯で 1,2 分戻します。冷凍枝豆は600ワットで2分温めます。長芋は料理酒で蒸し焼き、切り干し大根は水でもみ洗いしてぎゅっと絞り、カニカマと枝豆、マヨネーズ、めんつゆであえてサラダにします。キャベツには塩コショウ、ブロッコリーにはマジックソルトで味付け、キャベツはキッチンペーパーでぎゅっと水気を取ります。さあ、あとは長芋が焼けるのを待つだけ。長芋がホクホクになって美味しいよ。調理時間は17分47秒でした。さあ、冷めたら詰めよう。切り干し大根サラダはすぐに作れて簡単で体にいい。いろいろアレンジもできてお弁当の救世主お大根様です。ははー。今日はふりかけご飯できたよ。20分38秒でした。おいしそう。ダイソーで買った4分割フライパンシートを使って牛肉のしぐれ煮弁当を作るよ。きれいに洗った小さなさつまいもを1センチくらいの輪切りにして水にさらします。ブロッコリーも洗って生姜は千切りにします。牛肉 100g、 生姜1かけ、酒、砂糖、醤油各大さじ1ずつ混ぜて中火で10分くらい煮ます。水気を拭いたさつまいもを油で炒めて
くわは半分の長さに切ってウインナーを詰めます。この4分割シートすごくいいですね。これなら2人分もワンパンでいける気がします。牛肉は時々混ぜて、ひらひら人参も炒めよう。パパさんの骨折が早く治るようにカルシウム豊富な国産小エビも入れよう。ブロッコリーは600ワットで1分半加熱します。水気を拭いて塩昆布を和えます。もう牛肉がいい感じですね。さつまいもに砂糖とみりんを小さじ1ずつ、醤油小さじ1/2を混ぜます。人参は酒とめんつゆ少々といりごまを加えます。さつまいもは黒ごま、ちくわにはマヨネーズとケチャップ。コロコロ大学芋風です。マヨケチャ炒めもできた。調理時間は17分35秒。ブロッコリーにカニカマも加えます。おかずが冷めたらお弁当箱に詰めます。この日はフライパンを4分割にできてとても便利でしたが、もともと4分割になっているフライパンがあるといいな。さつまいもは串に刺してみました。完成。23分32秒でした。生姜が効いていて美味しい。キャベツハムチーズ肉巻き弁当を作るよ。キャベツは洗って600ワットで1分半加熱。薄力粉の上に薄切り豚ロースを2枚つなげておいて塩コショウ、水気を拭いたキャベツ、スライスチーズ、ハムを乗せてくるくる巻きます。ごま油でブロッコリーと特売で298円だった小エビを炒めて、粉チーズの横にエリンギ、マヨネーズをかけます。さつまいもは皮をむいて小さく切り、少し水にさらしてから柔らかくなるまでレンジで温めます。加熱しすぎても硬くなるので、1分加熱した後は様子を見ながら30秒ずつ温めました。エリンギを粉チーズの上にのせます。エリンギをひっくり返してみます。わあ、いい感じですね。ブロッコリーは
少し水を入れて蒸し焼きにします。鶏ガラの素で味付け。さつまいもは潰して、牛乳、砂糖、バターを少しずつよく混ぜて、エリンギを雑に取り出そうとしたら、せっかくの粉チーズが剥がれた。さつまいもはラップでキュッと丸めておきます。余分な油を拭き取り、調味料を加えます。この日はケチャップ炒めにしました。調理時間は18分9秒でした。肉巻き、切ってみよう。ハムのピンクとキャベツの緑が春らしい色合いです。何個詰めようかな？入れすぎかな？卵焼きがないとやっぱりなんか寂しい。新学期で疲れ気味の娘がプリプリした日もあったけど、今週も作った。できた。21分17秒かかりました。いろいろあるけど楽しく美味しく頑張ろうね。見てくれてありがとうございます。またね。